ね、言われてるのがね、これなんだろう、あれかな、大丈夫かな言ってねいや、ハンターウイルスですよ。ハンターウイルス、もっと致死性の高いウイルスが、流行ってるとね。でそれ去年から出てる話なんだけど、致死性が高いので、老若男女関係なくかかるんで、はい、じゃあこれで最後にしたいと思うので、ここはもうこれで普通に止めていこうと思います。引き抜きで、はい、引き抜きで止めていきます。はいね、老若男女関係なくかかるっていうことで、それでそれで結構病院が埋まってるっていう話なんですよね。そういう話もあるわけです。でもそれは表にはね出てきてませんよね。去年から言われてるんですけどね、なかなか表に出てきませんねと思って見てるんですけど、でただ対外的にはどうも今の流行り病っていうことで言ってるけど、でもそのなんていうのウイルスね、ハンターウイルスっていう話はねありますよねあるよねっていう話で、どうすんのっていう、でも私この色にしちゃったけど、最後これで締める予定だったんだよな。締める予定だったのにこの色にしちゃった。まあいいか、はい、いいですいいです。はい、そうなのでなんていうの、本当に流行り病でロックダウンしてるのっていう疑いがあるね。でそんなウイルスが蔓延してるかもしれない。いやでも流行り病だったとしてもね、いやなんとかしてもなんか自分のとこは大丈夫っていう風に見せたいんだろうね。でもね、なんか決して今流行ってる流行り病にしてもね、決して今流行ってるのは全然オミじゃなくてデルタですよっていう話をしてるけど、中国はねどうだか知らないけど、でまあそんな感じで、だからで世界中でもまた株がねもうどんどんなんか人数増えていって、フランスじゃ1日で10万人って25日のね、あれでニュースでね10万人を超えたなんつってっけどさ、あんなの別にさ驚くことでも何でもなくて、っていうのはバカンスですよね。バカンスで帰省するためにすごい列なしてみんな検査受けてたわけです。バカンス前なんでね。なのでいつもよりもすごい人数受けてるわけです、テスト自体を。そしたらいっぱい見つかるの当たり前じゃんって話で、みんなでさ10万だっつって食ってんけどさ、違うだろって、母数が全然違うんだから、いつもよりも。だって今までは別にあれですよ、テストするのにまあ並んでも1人2人3人いないみたいな、それがさダーッと列をなしてさ、みんなさ検査するためにね薬局の前とか検査場の前で並んだわけです。で下手したらバカンス前でね、ほらね実家に帰るから、おばあちゃんちおじいちゃんち行くからテストしてね陰性だって確認してから行かなきゃっていうんで、みんな列をなして2時間3時間待ちだって言うんだからさね。だからどれだけ多い人がその時に受けたって、それで結果が出て10万人って言ってるわけよ。バカじゃないのと思ってだってさ母数自体がいつものさ10倍あったらさね、10倍以上だよね。もっとの人が多分受けてんだよ、検査をこの時期に。だってバカンスだから、みんな帰省するから、いつもよりも多分10倍以上の人が検査に並んだわけですよ。これで受けたらそりゃ増えるに決まってるよね。だってある一定の割合で陽性の人っているわけだからさ、偽陽性もあるし、だからある一定の割合で陽性になるんだからさ、母数が上がればさ人数も増えるに決まってんじゃん。だから私は別にフランスで爆発的に感染が広がってるとは思ってません。全然思ってません。
うん。みんなトリックにやられてんだよね、そうやって数字のマジックっていうかさ。で、病は気から、はい、陽性になった人、なんか私陽性になっちゃったらどうしようっつって具合悪くなる人も絶対いると思います、心理的にね。うん。そんなのいくらでもいると思いますよ、特にフランス人だったら特にフランス人だったらどういう意味があるのか分かりませんが、はい。なんで増えたとかっつってさ、まあ確かに冬だからね、いくらか増えるとは思いますよ。だけど、だからといって爆発的に感染が広がってるわけではなくて、今まで無症状で、テストすらもせずに過ごしてきた人たちが普通に受けて陽性が出てるだけの話でさ、なんてことないっすよって本当に。それでみんなで慌てふためいてんけどさ、もう頭言い方しちゃいけないね。でもね、ちょっと考えなさいよと思ってさ。ほんで言ってさ、フランスはさ、あれですよ、また私がこの前言ったと思うんですけど、来年の1月でね、どうのこうのってね、終わった。はい、これで切ります。来年の1月、切らない、このまま編んでいくんだけど、これをそのまま使っていくんで、切らないで、はい、使っていきますが、でもこっからじゃダメか。いける、こっからでもいいや。はい、まず裏。じゃあちょっと編み始めましょう。編み始めて編んでから、どうやってやっていくかっていうと、結局ごめんね、話があちこち行っちゃって、そんな感じでね、年明けに法案出してね、議会で審議するって言っていた内容も、もうなんか淡くってみんな前倒しで、どんどん早めるっていう感じでとうとう閣議決定され、来年の1月から、やっていくぞっていう話に今なってるんですけど、つまり新しいなんていうのかな、基準っていうのかな、つまりいわゆるそのワクパスね、お注射してないともう飲食店とかも入っちゃダメよっていう話ですよね。つまり事実上の強制ですわ。ある意味ね。電車も乗っちゃいけない。電車っていうのは長距離だけ、近距離はでいいんだけど、長距離列車には乗れないっていう話でございます。移動の制限もあれば、でも鈍行乗れるんでね、あれなんですけど、移動の制限も、課され、そして、レストランとか、映画館とか、そういった娯楽施設にもまるで行けないという状況になります。はい。で、私はそういう状況になるわけです。でさ、大体さ、でもさ、言ってることがおかしいんだよね。最初から。でその話で私たち昨日ちょっと口論になったんですけど、うちの家人はね、あれです。お注射の効能をね、全面的に信じてる人です。はい。だけど私がでもさ、お注射やってさ、この元のなんつうの生活に戻るためにお注射するんだって言って1年前に始めたよねっつってね、2回打てばいいんだっつって始めたよね、元の世界に戻るんだっつって始めたよね、戻ってないじゃん1年だって、まだワクチンやって打てって言ってるよね、どういうことって言ったわけ。そのお注射がね本当に効くんであればね、もう大丈夫じゃないのっつって、大丈夫な世界へ来てたはずなんじゃないのっつって、でも来てないじゃんって、なんでそこでさお注射がさ効かないんじゃないかっていうさ疑問は持たないわけっていう話をねになったわけですよ。そしたらうちの家人は今そこみたいなさ、なんていうのかな、自分もう打っちゃってるからさ信じざるを得ないっていうか、信じたいわけですよやっぱり。で3回も打っちゃったわけよね。でさ、でもさそれはさ、でもさ重症化しないからいいんだみたいなこと言ってるわけよ。いやちょっと待って、重症化しないかどうかなんていうのはね証明できないんだよっつって。だってその同じ人がね、例えばあなたが打ってる状況でかかりました、打ってない状況でかかりましたっていうのを比べない限り証明はできないんだよっていう話をしたらさ、みたいなさ、分かんないみたい、何言ってるのか私が。だから確実なその効能があるかどうかっていう、効果があるかどうかっていうのは、同じ人が打った状況と打ってない状況で見比べるしか確実なことは言えません。
でしかも毎回その状況って変わるから分かんないんです。だから本当に、言ったら。でだから例えば打ってる人の、グループ、打ってない人のグループって言って分けて、それでそのウイルスにね暴露させて、でどれぐらいの割合でかかるかかからないかっていうね、その病気がかかるかかからないか、そんなテストできるわけないじゃん。ねえ、そんなテストできるわけないでしょ、言ったら。はっきり言って。だから効くかどうかなんてはっきり言って分かんないわけよ。効くかもしんないよ、本当に重症化しないかもしれないよ。でも本当にそうなの？だってさ、ウイルスってさ、変異にしていく中で基本的にはどんどん弱くなるんだよ。つまり重症化しないウイルスにどんどん変わってってる可能性ってあるわけ。でもそれをワクチンのおかげワクチンのおかげって言ってる可能性、もうあるんだよ。だからさね、いいんですよ別に。だから聞くと思ってる人はいいんですよ、聞くと思って打ってはね。だけど聞かないと思ってる人の話を聞いて怒るってどういうことみたいな。だから私はそういう話をすると、でも私はそう思ってるからって言うとさ、声を荒げてきてね、なんかね、でも今そんなこと言ったってどうのこうのって言うわけよ。だからね、怒る理由っていうのは、私は怒る理由なんてないじゃない。だって私はそう考えてるから打ちませんっていうだけの話だから。だけど私別に煽るような言い方してないからね。向こうが勝手に怒ってきたからね、昨日はね。で怒る理由ってわかるんですよ、なぜか。自分は信じたいから聞くって。だって打っちゃったからね、今更聞かないって言われても困るみたいなさ。だから私はそう思ってるのね。でもこの信じたいと思ってるんであればそれでいいんだけど、だから信じてるんじゃなくて信じたいんだと思うんですよ、やっぱり。でその信じる理由を探してる気がどうしてもしてしょうがないっていうかね、打った人の話聞いてると。そうだからなんかそうなのよ、打った人の、私の周りの打った人の話を聞いてるとみんな言うのよ、本当は打ちたくないんだ、本当は打ちたくないんだ。でも話聞いてると、私がじゃあウイルスに私がそのお注射ねに関するその疑問を呈すると否定してくるわけよ。自分は打っちゃったから否定すること言われると嫌なわけ。やっぱりね。だからさ、なんて言ったらいいんだろうな、そういうなんてある程度自分の中で苦しい部分なんだろうね、それとか分かんないんだけどさ、いいじゃん、だから打って OK と思ってんだったらそれ信じてれば。でもそれでなんでブー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 なんか文句言うかなと思ってさ、私は打ちません、それだけの話なのにさ。で私が打たない理由はこう思ってるからって、それ言ってなんで怒るのっていう話で「へえ」っつって。おいでさ「あそうなんだ」っつって「でも僕は聞くと思ってっからね」っていうさ、さらっと流せばいいのにさ、そうじゃないからさ。で別に私は相手の意見を覆そうと思って言ってるわけでもなくて、私はこう思ってっからって。だっておかしいじゃんって、単純に考えてみたらおかしいじゃん最初からっていう話でさ。で私が思うには、要はだからさ、打ったって移すわけでしょね、打ったって移すわけですよ。で打ってない人ね、打ってない人も移す、同じですわね。重症化するしないいろいろあるけど、打ってる人レストラン行ける、打ってない人レストラン行けない。なんで？だってさ、移すリスクは一緒なわけでしょ。リスク一緒っていうか、だってね、だって打ってたって移るんだから。だからさ、じゃあ打ってない人は行きませんって言ってさ、家から出ずにさ、ぬく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 打たなくてもいい状況でさ、いつまで経っても移らない状況でさね、ぬく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 、じゃあどこにも行きませんよ、いいですよっつって、私たちはどこにも行けませんからっつってぬくぬくしてて、要はさ外に出てるわけでしょ、打った人は。でも移るわけだから。だから打った人の間でぐる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 ウイルスを回すってこと。そういうことでしょ、やろうとしてることってだから結局みんなお注射してウイルスをぐるぐる回しましょうって話じゃんひっくり返して言えばなんかアホかと思ってさ、いやもうだから成り立たないよって話でさ、打てばお注射打てば元の生活が戻るんだって言ってた去年ね、
戻ってませんよ、1年経ってもね。その時点で大体もう本当にそこなんだよ。だからその時点でおかしいと思わないのがおかしいんだよって私は思ってるわけよ。疑えよみたいなさ。ほいでいてさ、今まではさ6ヶ月ね、次のブースターまで6ヶ月って言ってたのが、なんと昨日の発表でフランスは3ヶ月って言い始めましたよ。だから3ヶ月おきに打てってことですよ、言ってんの。3ヶ月おきだそうです。それでさ、いや、打たなきゃ打たなきゃ、3ヶ月だって、3ヶ月おきに打たなきゃって思うの？その方が恐ろしいっていうか、おかしくない？どう考えても。3ヶ月おきって言われた時点でさ、なんかおかしいなって、だってさ6ヶ月って言ってたのが5ヶ月になり、5ヶ月って言ってたのが4ヶ月にするって言ってたのが2週間ぐらい前ですよ。そしたら昨日3ヶ月って言い始めてさ、ブースターをだよ。どういうこと3ヶ月。ちなみに以前言ってた1回目と2回目の間の期間はなんだっけ。2ヶ月 ?2 ヶ月だっけ最初に言ってたやつ2ヶ月ね、6週間から8週間。なんかみんなおかしいよね、本当に。なんか本当にそれでいいのって。じゃあみんな3ヶ月おきに打ったらみたいな、打てばいいじゃん。でどん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 打ってさ、ねえ、わけもわからないもん。いやさ、だからさ、私はさ別にさ過激なこと言うつもりはなくって、今までの全部茶番だとかって言う、まあ私はそう思ってますよ、実際はね。実際そう思ってるけど、でもみんなにね、茶番だよ、そんなの信じてるバカじゃないのって、そんな風に言うつもりはなくて、っていうのはそれぞれの考え方でそれぞれねやってきゃいいだけの話なんだけど、でもねっていうのがあるわけ。やっぱりここまで来てね、こんな状況でね、じゃあねお注射3ヶ月おきにやらなきゃダメってなった時に何の疑問も持たないのかっていうことなんですよ。少しは疑問ぐらい持てよと思うわけ。だからまあ3ヶ月おきにやらなきゃいけないんだっていうことで、まあうちの家人がね3ヶ月おき、うちの家人はちなみに3回目もう打ってますからね。じゃあ3ヶ月おきにあれじゃない、必死になって打てばいいじゃんっていう話だよね。私は完治しないんで、好きにしたらいいんじゃないですかって。そんなの自分のね個人の選択なんでね。端っこまで来ちゃったわ。こんな感じで、じゃあちょっと端っこまで来たんでね、これはここで終了です。はい、とりあえずこれでちょん切ろうと思います。素直にちょん切ってしまいます。はい、はい、というわけで取り直しの部分でございます。はい、取り直しっていうかこのやり直しの部分ですね。はい、結局ねどうしたかって言いますとですね、はい、素直に細編みにすることにしました。はい、細編みで一応脇の方も一段取ってるんですけど、もうこっちはね一段編んであるんですね。こっちが最後の方ですわね。一段とりあえず編んでってます。やっぱり細編みでやるしかないかなとね、一生懸命長編みでやろうと思ったけど、やっぱり無理があるのかなとね思いまして、普通に今細編みをね一段一周編んでます。はい、ね、これ普通に細編みで取ってきます。はい、なのでちょっととりあえずこれでね一周進めていこうと思いますよ。でその後にどうするかっていうのはねまたね、はい、ちょっと、どうしようか悩みながら進んでいくと思いますけれども、まあでもまたもう一段細編みをするか、それとも長編みするか。なんでそんな長編み入れたがるんだってね。でも多分でもね、細編みするかな次も。細編みだけど、もしかしたらそうだな、筋編みとかにするかもしれないし、ね、いやただの私の趣味なんですけどね、長編みがいいなと、なんかイメージ的にねやっぱり長編みがいいなと思ってて、いろいろ考えたんですよ。だから最初にやろうと思ってたのはモザイク編みの時にやったみたいにこっち側とこっち側から編んで、でもこの縁じゃなくてもうちょっと奥まったところから編んで、それで合わせる。そうすると意外とまっすぐになるんだけれども、やっぱり厚みがね相当出ちゃうんで、厚みが出ない方がやっぱりいいかなと思って、ある程度の厚みはいいんでまた考えたわけですね。これをじゃあこうやって折って
つけようかなと。まあそれでもねいい感じにはなるんですよ。いい感じにはなるんですが、まあそれはねおいおいまた研究しながらやって、とりあえず今回はこんな感じでちょっとやっぱり、純粋に普通に細編みでやっていこうかなと。うん。なんかまあある意味まあ言っちゃなんだけど諦めたみたいなね、うん、諦めた感あるなみたいな、ちょっと悔しいなとか思いながら、まあしゃあないわな、しゃあないですわ。なので使ってる針は、ちょい小さめのねやつで、ちょい小さめのこれはね15を使ってこっちの縁は編んでます。でこれがまたどうするか考えてるんですが、二重にね取るにしてもこっちの脇も全部二重にするか、それとも脇はこう一重だけにしてこっちだけを取るかちょっと考えてて、全部をね多分同じ高さでこうやって縁を編むっていうのはちょっとまあいいや、とりあえず一周しよう。で脇はちょっと幅ゆったりしてるんで、大きめの針で、こっちの針ね、もうこれ外したこの針で編むぐらいがちょうどいいかなみたいな、まあ場所によってちょっと変えざるを得ない感じかなっていう感じなんで、ちょっとこれつなげるか、端っこね。そうそう、そんな感じです。はい。そうだからね、そのなんだ昨日の今日だからね、これ昨日の今日で撮ってるんだけどさ、だから昨日の話の続きになるけどさ、だからそんな感じでなんかなんだろうな、やっぱりなんと目の付けどころがさ、そのお互い違うというかさ、やっぱりそれでさ意見って平行線になりがちなんだけど、その流行り病に関してのね、そのお注射に関してのこととかさ、そういうのもさ、それはしょうがないと思ってるんだけどさ、でもさその話をねしている中でね、そのなんていうのかな、向こうがカチンとくるのはなんかあれみたいよ。例えばさ今更ながらにさなんていうのこういったことが今言われてるんだっていうようなことをさ、うちの家人が言ってくるじゃない。でもそんなことって実は私が去年から言ってることだったりするわけですよ。それをあたかも今聞いたね、今新しいことかのようにさ言ってくるんだけどさ、いやでもそれ私去年から言ってたじゃん、だからそうやって言ってたじゃんっていうことがあると、私もついついだからそれ私去年から言ってんじゃんって言うと、うちの家人忘れてるわけですよね、そういうことを私が言ってたってことをね。でもそうやって言われるのがなんか嫌みたいでそれを言うとなんかちょっとあれだね、カチンとくるみたいだね。人の話聞いてないってことだよね、だからね。人の話聞いてないからそうなるんで、だからなんていうのかな、私の言うことは真っ向なんていうのかな、その逆だからさ、やっぱりさ世間様が言ってることとさ、だからその部分でさ、私の言うことなんてさ気にも留めてないっていうか、要は信じてないから忘れちゃうわけよね、その時はね。だから後になってまたそれが、確実っていうかなんていうの、それがそういうふうに言われるようになってくると、私が言ってたってことすらも覚えてないからさ、それはあたかもさなんかさそういう情報が出てきてそういうことらしいよみたいなことをね普通に言ってくんだよ。だからそれ言ってたじゃん去年から一言私が言うとねカッチーンみたいななんか来るみたいですよ知らんがな、自分の頭で考えたら分かることじゃんって、何をそんな周回遅れで私に言ってくるみたいなね。でもねまあしゃあないよね、でもねしゃあないわ。昨日だからね友達とちょっと話したんだよね、別の友達と話をして、でその人は打ってるわけですよ、お注射を打ってて、でだからワクチンだって効くかどうかも分かんないしみたいな話にやっぱりなったからさ、でも私打ってないよって言うわけよ、その人が。打ってないよね、でも私も打ってないけど打ってないよ、シーンでその人の家族は半分ぐらいがね映ってんのよ。でその中でみんなだからそこの家族はみんなお注射打ってて、それでいて半分ぐらい映ってんからね、やっぱりね、子供も映ってる。ただ、症状は出なかったけどね、子供はね。大人はいくらか出た人もいるみたいだけど、まあ入院するほどじゃなかったみたいだけど、でもなんか陽性っていう風に出た人が家族の半分ぐらいいるらしくってさ、でも人それぞれだからさ、打ってたって重症化する人はいるし、打ってなくたって重症化しなくて全然もうなんていうの症状も出ない人もいるわけだからさ、
だからその人にとって本当にそのなんていうのかな、お注射が効いてるかどうかなんていうのもわからないしっていう話ですよっていうことを言ってるんだけど、なんか漠然とみんなが聞くと思ってるのか知らんけども、絶対大丈夫って思ってるんだと思うんだよね、あれね。違うんだよっていう話で。まあいいけどさ。さあじゃあここ角っこ来ました。角っこはね普通に編むのと一緒ですよ。こうね、この端っこここに入れて一つね、ここが横の段、ここってきたところ、ちょっと待って、こうか、横の段こうきたところでしょ。でこうなって縦の線がここ、縦の線がここになるんだから、もう一つ編むか、もう一つ編んで、で2個、この辺がちょっと難しいというか、でも適当だけどね。でこっち来たからね、こっちも編んでって、これはでも横のライン、そうね、横のラインだね。横のラインだからちょっとでかい方に変えますよ。その方が楽だから。じゃ結構幅があるんでね、ここはね。それでなんて言うんだろうな、私が別にさ、ほら例えばね1月の15日からそのレストランとか行けなくなるっていうのはさ、それをさ分かってて私はねやってるからね。だから別にいいわけですよ。そんなんで文句も言われたくないしね。なんかレストラン行きたきゃ行けばみたいな、私は行けないから行かないけどね、いうことでそれだけの話なんで。中にはいますよ、レストランとか行きたいから打つっていう人もね、やっぱりね。そういう人もいるし、やっぱりそういうなんていうのかな、不自由な生活はしたくないからっていうんで打つっていう人結構いますよ、やっぱり。これだけ締め付けが厳しくなってくるとね。それは分からなくもないですよ。それはその人のほら判断だからね。どっちに重きを置くかだから、やっぱりね。普段の生活、普段通りの生活っていうか、そのなんていうの、制限のない生活をしたければ打つだろうし。でもそのなんていうのかな、私はさ、もうなんていうんだろうな、そういうなんていうの、ちょっと待って、私はさ、そういうさ、なんか娯楽もいいけど、でもそのためになんかその打つっていうのがこうどうしても受け入れられないんだよね。嫌悪感に近いぐらいのなんかそういう感じがあるんで、なんか受け付けられないんですよ、やっぱりね。いや無理どんなに言われても無理みたいな。でもね、打たないと決めたら打たないと決めたで楽なんだよね、ある意味ね。っていうのはさ、考えなくていいじゃんね。打っちゃった人はさ、ほら3回目とかっつってね、またすぐね多分4回目って話になると思うんだよね。でね、聞いたけどさ、昨日も友達にさ、でいつまで打ち続けるつもりなのって聞いたけど、あんた今度3ヶ月おきになるんだよって、それいつまで打ち続けるつもりって。そうなるとみんなさ、そのワクワクのね、確保にね奔走するわけですよ。予約取らなきゃいけないとかさね。であそこは全然なかった、あそこまで行かなきゃ、どこどこまで行かなきゃいけらんないみたいな。うちのね家人だって車飛ばして30分も離れたところにうちに行きましたからね、やっぱりね。この近所にもうなくって。それでさ奔走しなきゃいけないわけじゃん。でも打たないと決めたらさ、ふーんっつって見てるだけでいいわけよ。そんなのみんなが慌てふためいて奔走するのはさ、何そんな必死にこいてみたいな感じでのんきにね。のんきに別にほら自分打たないわけだから、そんなの気にする必要もないじゃない、予約がどうのとか。穏やかですよある意味そういうとこで焦らないから。ね、別にそれでなんていうの、レストランとか行けなくたってたかがレストランでしょっていう話で。でもともとさ、映画なんて私そんなに行かないし、今やそんな出かけなくたって家で見れるしね。映画館なんか行く必要もないし、で私はほら劇場とかにも行く人じゃないしさ、うちの家人は確かにね仕事があるからあれだけどさ、そうですよ。だから私も仕事してたら打たざるを得なかったんで打ってましたよ、確かにね。だけどラッキーなことに私は仕事を辞めて、そうラッキーなことって言いますけどね、一応ね。で仕事を辞めて、でそれでどうしても打たなきゃいけない、その自分の気持ちと裏腹になんていうの、どうしても打たなきゃいけないっていう状況に身を置かなくて済んだので、
だからこうやってやってられるわけなんだけどね。まあいつまで続くか分かりませんがねこれこそ本当にそれこそなんていうの、法律でさ全員打たなきゃダメみたいなことにならない限りさ、なんか打たなくていい感じだからさ、やっぱりさ、だってレストラン行けないぐらいだから、私の中ではね、その中で制限がかかるとしたら、私の生活の中で今のね、だってお店にも実際行けてるし、お買い物できるし、何の問題もないから、今のところそんな感じです。でね、そんなね流行り病の話ばっかりしててもあれなんで、話をねちょっとね、他の話に持っていこうと思うんですけど、あれなんですよ、あれですよ、もう一つ言っておきたいこと。私はね前々からちょこっと言ってたと思うんだけど、あれですよ、今度はね KK 関連の話ですけど、 KK 自体の話ではございません今回はね。 KK 自体の話ではないんですけど、まああっち関連の話ですよ。でね、前からね私言ってたと思うんだ。なんていうの、今回のこういうなんていうのかな、バッシングみたいな状況になって、例えばね、皇室はいらないとかさ、なんていうのかな、愛子内親王をさ天皇に押す意見とかがきっと出てきてね、でもそれはどうかなって疑った方がいいみたいなことを前どっかで多分言ってると思うんだけど、で私はそう思ってたわけですよ。でそれでさ、その中でもさやっぱりさ、なんかいろいろねあるじゃないですか。腰痛で見てても、例えばね、某なんていうのかな、元宮内庁職員のなんとかっていうところとかね、推測で話してることがすごく多すぎて、いやそれ無理くりだろっていうことがいっぱいあって、ここまで来たんでちょっとここ説明しますね、こうどうするか。でここに来たので、とりあえずですね、今引き抜きました。引き抜いてでここで一つ立ち上げて、そうだね、で違うでここで一つそうだからここをどうするかだよね。こう、ちょっと待って、こう上がってるでしょ、こう上がってて、ここを放置したまま2つやって、筋編みね、ちょっと変なことしてるように見えるかもしれないけど、筋編みやるんだったら後ろのこれも拾ってやっていきます。筋編みやろうかな。筋編みやります。もしかしたらまた一周ぐるっとするかもしれない。脇もやるかもしれない。まあいいや、やらなくてもいいようにちょっとここ立ち上げたけどね今ね。まあいいや、ちょっと様子見だな。こんな感じで、これで細編みの後ちょっと筋編みにしてみます。はい。でももうこの人の言うこと信用できないな、でもなんか一応なんか何を言うか聞いておこうと思って聞いてたら、やっぱりメインはエーミヤ系叩きがまあほぼですよね。ほぼほぼそれとあとニューヨークに行ったあのカップル叩きがほぼなんだけど、それするだけだったらまだいいんですよ。まだね、まだ理解できるんだけど、そこでこうなんていうのかな、英子内親王ね、英子内親王を天皇にしなきゃダメだみたいな、そっちの方向に話がいくわけですよ。なので気をつけてくださいって前にも多分言ったと思うんだけど、そういう例えばあれですよ、エーミヤ家をその批判したりとか、あとはまあ降下されたね、恵美子様とかをねこうバッシングしたりとか、それはまだ分かりますよ。だって不透明な部分も多いしね。だからそれはまだ分かる100歩譲ってっていうか、私もまあ結構言ってるかもしれないからあれなんだけれども、ただそれに乗じてもう皇室はいらないとか、その天皇はいらないとかさ、あとはさ宮家に何ていうのかな、その皇統が移るのは良くないからやっぱり愛子内親王にとか、そういう話には気をつけろって言ったと思うんだよな、私前にな。ね、そういうことなんですよ要はね。でもそういうのがこう出てきてる。やっぱり本来のね皇統っていうのはねどうでもいいんですよ。人格なんてはっきり言ってはっきり言ってね。だからなんていうの、要は今までのずっとね120今6代でしょね、126代天皇の中でね、貧困法制じゃなかった天皇だっているわけですよ実はね。いるんですよそんな人だって。だからいいんですよ別に。
で大学どこ出ようかね、これもまた話つながってくるけどさ、どこの大学出ようかなってどうでもいいんですよ。だってさ、例えばさ、ひーくんがさ、どこの大学行こうがね、どこの大学行かせようがね、そんな初めての東大での天皇とかね、ちょっとずれてるわっていう話でね、そんなのどうでもいいんですよ。天皇陛下っていうのは国民のためにね、一番の仕事が祭祀ですから、国民のため国のために祈るっていうね、それが一番の仕事なわけで、そんなの東大でだろうが何だろうがもう関係ないわけよ。必要ないわけ。なんでそんなところにこだわるのか私も分かんないんだけど、いやそのこだわってるっていうこと自体が本当なのか事実なんかも分からないけどね、でも学歴なんてはっきり言ってどうでもいいわけですよね。いいわけ。ね、自分がどういう立場の人間なのかっていうことがちゃんと体にね染みついていれば、まああれですよね。いやだからあとはね、周りの人は皇族としてね、そういった教育をちゃんと受けていれば、まあ M 子様みたいなことはなかったって話ですよ、要は。だからそこなんですけど、でそこでね、愛子内親王とかさ、ね、皇室はもういらないとかさ、全然違うから話が、そこ全然ずれてっから論点がみたいな話で、全然関係ない話だからね、そこはね、今回のことと。なので要はその批判を向けるべきね、批判の矛先を向けるべき場所は皇室とか、要はだから天皇陛下のね、近所陛下、そのご家族ではなく、皇統の問題でもなくね、純粋にちゃんとそういった皇族としての教育を受けさせなかったというか、なんていうのかな、そういう教育をしなかった永宮家に問題があるのであって、別にそれがじゃあなんで愛子内親王が天皇にみたいなさつながるのって関係ないじゃん。関係ないんすよ。そこは混ぜちゃいけないっていう話でね、私はそう思ってますよ。だから私はそういう愛子内親王を天皇にっていうさ、女性天皇ね、女性天皇はあれですよ、いいんですよ別に、男系なわけだからね。だけど今の現時点ではダメだと。今のこの状況ね、女性天皇ね、あわよくば女系天皇なんて話をしてる時にね、女性天皇認めたらね、女系天皇なんて話になっちゃうわけで、っていうかね、女系天皇っていう話自体がもうおかしいわけですよ。だって存在しないんだから、天皇っていうのはもう常に男系だけなんだからっていう話ですよ。だから女系天皇って言った時点でもう怪しいわけよ。だって存在しないんだから、そんなものありえないんだよっていう話でね。だからさ、今回のさ、結局さ、専門家会議のさ、結果においてもさ、結局さ、なんか先送りとか言ってる人がいるでしょ。その女系天皇に関する話は先送り、違うっていや女系天皇は省かれたんだって今回みたいな。ただね、やっぱりそのひーくんがね大きくなるまではちょっと保留みたいなところもあるじゃない。それはダメですはっきり言って。だってさ、ひーくんが天皇になる時って周り誰もいなくなるんだよ。だってさ、女性はさみんなさ結婚したら降下してっていう感じで、ひーくんがさ天皇になる時っていうのは今の金城陛下も、そして、その後の、永宮家の今の当主ね、皇子殿下ね、今のね、もう2人とも崩御してるっていう話だからね。言ったら男性誰もいなくなるわけですよ。であと誰が残ってるのって、女性だってみんないなくなっちゃうんだよ。ひーくん一人しかいないんだよ。その状態でさ、その時になってから考えるってさ、遅すぎるでしょって。今やんなきゃじゃないのって。だから今ちゃんと決めておかないとさ、今まだなんかどっちとも取れるようななんか範囲でさ、確実には決めておかないみたいなさ、中途半端なことをしといたらダメだって。今からやっとかないとさ。だってひーくんだってもうさ10代半ばでさ、下手したらあと10年後には結婚っていう話になってくる可能性があるわけでしょ。その10年後に先延ばししてたらさ、だってさあれですよ、10年後結婚して、でそれで子供がさできなかったらどうすんのって話じゃんね。10年後だか20年後だか分かんないけど、結婚しないまんま例えばじゃあ即位しましたってなった時にどうするの
ね、どうすんの大問題だよね、だから今からちゃんとやっとかなきゃいけないんだよって。だけど愛子内親、いや分かりますよね。愛子内親の20歳の時のねあれ見てね、みんなねワオって思ったと思うんですよ。私も思いましたよ。ワオってお綺麗になられたしね。ねえ、だからその気持ちは分かりますよ。みんながそう言いたくなる気持ちはね、私も気持ちは分かります。気持ちは分かるけど、でもそこに道を作っちゃうと、その後女系天皇に道を作ることになりかねないので、だから絶対今そっち持ってっちゃダメだっていうのはねえ、もう明白で、やっぱりあれじゃないの、旧宮家の復帰か、もしくはだからその養子にするっていうんであればね、そっちの案でいかないと。でなんていうの、女性のその皇族が結婚しても皇族に残るっていう案はあれはないよね。ないよね。残してどうすんだって話なんだって。それもだって女系天皇の話に道残すからね、そこもね結局。あれもないわと思ってんだけど、まあそんな感じでね、まあいろいろありますけど、まあ今年のそうだね、さあ年末だからこの話もしようかっていう話で、今年のだからさ三大ニュースみたいなさ、いや順位をつけるわけじゃないけれどもね、とにかくインパクトのあった三大ニュースみたいなことでまとめていくとさ、なんだろうね、なんだろうな、まあまず1位はでもあれだよね、どう考えてもあれだよね、恵美子さんがの結婚はまあ外せないんでしょうな、やっぱりあれはな、あれはね、まあ2月になったらどうなるのか、戻ってくるのかどうか知りませんが、まあこれが一番だったのかな、私にとっては一番のニュースっていうかね、ちょっと嫌なニュースばっかり嫌なんですけど、で次のニュースってなんだろうな。でもこれがインパクトやっぱり大きかったから、なんかあんまり残んないよね、記憶。なんか記憶に残らないっていうか、もう忘れちゃうっていうか、どんどん時が経っちゃってどんどん忘れてっちゃうな。あと何かあったかしら。何かありました重大ニュースみたいな今年の。三大ニュースとか言いながら出てきません。まあそしたらオリンピックか。まあオリンピックできてよかったねってね、東京オリンピックできてよかったねっていうね。あとはまああれかな、高市旋風かな。高市旋風だな。結局あれはだって来年に続くって感じでね。続いて応援していきたいし、来年はサクッとあれですわ、今の政権が終わっていただいてね、退陣していただいて、サクッと高市政権誕生っていう話になったらいいなって思うんでね、やっぱり高市旋風かな。ダメじゃんやっぱり岸田さんはね。こんだけさ、なんかさアメリカにも邪険にされてさね、首脳会談も開けないって状況の中でさ、だってあれでしょ、アメリカの認定としてはさ、だってあれでしょ、親中認定なわけだからさね、親中認定なわけよね。だからそう考えたらやっぱりダメっしょ普通に考えてダメでしょ。ちょっともうそうね、もうそうどうしよう。いや行くかね、行きますわ。はいもう一周行きます。じゃあこっちもやってみて、やってみないとわからないということで、ちょっとそしたらちょっと私今チョンボしたん、一箇所ちょっとチョンボした。ここはいい、ここ入れて、違う、ちょっと待って、変なとこ入ってるね。ここ、そしてこっちはここと一緒。でちょっと見てみようか、様子をね。ちょっと見てみようかね。ここ端っこクリンってなりがちなところを一応2段編みましたね。2段編んだ時点でこんな感じ。どうしようかな、ちょっと待ってね。そうなるとここを最後長編みかな、じゃあね。まあでもこれでちょっと次長編みしたらいい感じになるんじゃないかなと思うので、
まあでも細編みでもいいんですけど、ちょっとこれで行ってみようかね。これで行ってみますわ。まあ皆さん今年もね、だからそんな感じでいろいろな話題が多分あったかと思うんですけど、そしてまあ私結構そういうのも見るんでね、あれなんですけれども、22年、来年、来年の予想、予言、なんて言ったらいいの、そんな感じ、結構出てるよね今ね。もうね、当たり前か、年末だもんねもう11月ぐらいからそういうのって出てるもんね、結構ね。来年どんな風になるのか。ちょっと待って、こっちはどうしよう。筋編みでいいか。筋編みでいいわ。ちょっと待ってね、糸が足りるかどうかもちょっと大丈夫だ、足りそうだ。はい、予言、22年の予言。私は希望的観測でさ、今の流行り病は終わるって。でもね、そうね、ある意味でも明るい意味で終わるって言ったわけじゃなくて、別のやつが出てくるかもっていう話をしたかと思うんですよ。そしたらその予言をしてる人がいてさ、今の流行り病が終わって別のやつが出てきているか、それともなんていうのかな、その今の流行り病がこの基本的には雰囲気は変わらないと。まだ年明けてもいないのにさ、なんかこんなこと言うの悪いんだけどさ、申し訳ないんだけどさ、基本的に今とあんまり変わらない1年ってその人は言ってたけどさ、私的には別のものが出てくるかもしれないよねっていう。だから今の状況が、今の流行り病が終わったとしても、私は終わると思ってるんだけどね、実はね。で終わったとしても別の何かがまた出てくる、そんな気がしてしょうがないっていうか、そんな気がしてしょうがないっていうのは、別にあれですよ、自然発生で出てくるっていうことじゃないですよ、やっぱり。だからこのさ、今のさこの状況にしめしめっていう人が絶対いるわけよね、どう考えてもね。ね、陰謀論的みたいな話になるけど、でも世界は結局陰謀で動いてるからね。どんなに陰謀論って言ってね否定しようとしたって、結局世界は陰謀で動いてるんだよっていう話でね。まあ陰謀論言う人のね、そのなんていうのかな、思考回路っていうのかなっていうのはなんで陰謀論って言いたくなるかっていうと、自分の想像の範疇を超えるからなんですよ。で人は自分の想像の範囲を超えた時に、その自分の想像ができないねこと、受け入れられないことが出てきた時に陰謀論っつって片付けるんですよ。そう言われてますけど、まさにそうだった、私もやっぱり思っててね。私もなんかすぐいろんなこと言うとさ、陰謀論とか言われるんだけどさ、陰謀論、そんな別にじゃあ陰謀論って言ってそうやって言ってたらいいわって思うんだけどさ、でもそうなってるよね実際っていう話をすると、でもって言ってやっぱり認めないよね、やっぱりね。でもって絶対出てくる。でもなんだよ、だって私がそう言ってて、あなた陰謀って言ってたじゃんそれ去年みたいなさ。まあいいわ、その話はちょっとあれだからね、中途半端な話になりそうだからこれ以上しませんが、まあそんなこんなで今年1年もね、なんとかやり過ごしてきましたよって感じもしないでもないけど、来年も1年こうやってやり過ごすのかなね。なんかまた新しいのが出てきた時にさ、ね、またじゃあ新しいお注射とかなんのかしら、よくわかんないけど、まあとにかくでもあれです、自分の、信じた道って言いますかね、自分はこうするんだって、こういう風な考えでもってこうするんだっつってやってるんだったらね、何のあれですからね、問題もないですからね、どういう決断をしようとも。だってそれがなんていうの、自分が自信を持って決めたことであれば、何の問題もないと思います。なのでまあ今の状況、今回例えの例としてはね、そのねお注射するしないの話もそうですけど、それでいいんだと思いますよ本当に。自分の意思でもって決めて、でそれで私は生活していくんだっていうのがあればね、別に私はそれでいいと思ってるんで、なので私は可能な限り、この生活を続けてきますよ。打たなきゃ罰金貸してあれだわっつって罰金とかさ、あと打たなきゃ逮捕とかさ、そうならない限り
恐ろしい、そんな世の中が来たら本当に管理社会になるわねっていう感じで、というわけでございます。はい、じゃあちょっとこれを、もう一周ダーッと編むことになると思いますんで、ダーッと編んでいこうと思います。とりあえずね。はい、こんな感じでまず2段なんだっけ、筋編みで周りを全部2周してみましたけど、端っこがやっぱりまだくるりんってなるんですね。なるんですけどちょっと逆側をご覧ください。はい、2周刺した後にじゃん、見てください。はい、中長編みを1段入れました。はい、くるりんってなってなくない？ちょっとね、くるりんってなってなくないね？ほら見てね、まっすぐになったでしょ。中長編みを入れるだけでまっすぐなんのよ。なわけないじゃんって。そんなわけないんだよ。そんなわけないんだよ。くるんってなるんだよ、やっぱり。だけど、中長編みを入れたのは、私はこの幅をちょっと太くしたかったからなんだけど、中長編みを入れて、で、全部はやりませんよ。全部はやりません。なぜやらないかっていうと、毛糸が全然足りないと思う、多分。足りなくなるんで。で、もともとはこっちだけ入れりゃいいやと思ってた人なんでね。いや、だけどね、これね、ちょっと、要は、なんでくるりになってないのって言ったら、スチームかけたんです。はい。スチームかけたら、ここまでまっすぐなったわ。あのね、確かに中長編みを入れると、ここまではくるりんとはしないけど、でもほんのりこう上がってたんだよね、やっぱりね。上がってたの。でも、こうやってグッとやるとさ、結構まっすぐになるわけよ。じゃあ、スチームやったら、やっぱ OK じゃないと思って。ね。スチームやるとほら結構、あれでしょ？おとなしくなるじゃない。これでちょいとやったわけ。ね。ここだけじゃないですよ。ここ20センチぐらいやってます。っていうのは、結局、アフガンがなんでくるりんってなるかっていうと、構造的にそうなる仕掛けになってるわけですよ。ね。こっち側の方がこうビローンって開き気味で、こっちが詰まり気味になるからどうしてもくるりんってなるわけよね。なので、この辺までスチームかけました。一応ね。そしたら、まあ、見事、まっすぐなったわ。というわけで、はい。これでこんな感じでね、逆サイドもちょっと編んで、ね。いや、あれなのよ。中長編みするのはいいんだけどさ、これ編むのだけでもね、ちょっとね、実は糸が足りるかどうかちょっと不安。足りるんかいなと思ってるんだけどさ、足りなかったら、あれです。他の、色の糸と、混ぜて、混ぜて編むことにするんで、またこっちもやり直しになっちゃうかもしれないんだけど、でも、間違えた。今長編みしちゃったね。なので、とりあえず、ちょっと、中長編みをまたこっちね、続けて、ね。で、後ろは一応このポッチも拾ってます。はい。拾ってます。なるべくこっち側を、なんていうの？裏側の方をこう、広げたくないので、私だってほら、アフガン編みさ、すっごい得意なわけじゃないからさ、ね。だからちょっとこれからもいろいろちょっと研究しながらアフガン編みもちょっとね極めるまではいかないかもしれないけど、いやでもなんかこう自信持ってアフガン編みを編めるようになりたいじゃないやっぱり。というわけでね、ちょっといろいろ考えてね、これからもちょっとアフガン編みをちょこちょこやっていこうかなと思いますよ。だってせっかくほらね針も買ったことだしね、こうやってね、まあ筋編み私は筋編み好きだからさ、やっぱりさ見た目こう模様が入るから好きなんだけど、だからやってんだけどさ、まあこんな感じでちょっとここも一列バッと今編んできますわ。で編んでってでスチームをかけてまっすぐになったら完成ですわ。これもねもうちょっとで完成ですよ。はい。じゃあちょっとこの段を終わりにしていこうと思います。糸足りっかな。それだけが心配。
この色のまんまだったら足りたということで、はい。もし万が一色が変わっていたら、察しみたいな感じでよろしくお願いいたします。はい。はい。では、進めていきます。はい。なんとか足りました。で、なので、この端っこなんとか、編み上がったんですが、これをね、まだね、スチームかける前、どんな感じか。こんな感じです。なんとなくくるんってするでしょ、やっぱり。こうやって置くとなんとなく平らになるんだけど、ならねえな。ならねえな。ならねえけど、これからちょっとね、スチームをね、かけようと思います。はい。ビフォーアフターということでございます。じゃあちょっと、これ、かける前。はい。かける前。じゃあ今からかけていきます。はい。はい。というわけで、スチームかけてきました。見事に、まっすぐになりました。はい。見てください。ね。ほら、まっすぐになりましたよ。ね。こんな感じで、ね。スチームかければ OK! 結局それかよって話なんですけど、まあ。ね。限界もありますよ。やっぱり構造上しょうがないっていうのがね、やっぱりどうしてもアフガンはあるんで、なのでね、ちょっとさあ、じゃあ糸処理をしてこれで終わりにしていきたいと思います。いやでもアフガン編みね、面白いね。アフガン編みも面白いね。いやこれからね、だからね、そのモザイク編みもそうだけど、アフガン編みも合わせてなんかこうあれだね、いろいろなんか習得していきたいね。そんな感じで、はい。ちょっとこうやって糸処理をして、で今回どんぐらい使ったかな、毛糸。結局ね、どれぐらい使ったか、ちょっと私いつもさ、そういうのさ、結局どれぐらい使ったかって書いておこうと思って結局書くの忘れたりとかね、帯を取っといて結局途中で捨てちゃったりとかして結局分かんなくなっちゃったりするんで、でも多分大きい玉じゃない、小さい玉の数で言ったら多分でも10個、小さい方の玉で10個10個ぐらい使ってるんじゃないかなっていう気はするね、やっぱりね。サイズ、ちょっとサイズ測ろうかね。これちょっとこれ入れたらサイズ測ろう。ちょっとここ入れて、こう入れて、はい、こんな感じでこれでちょいと引っ張って、はい、こんな感じで完成だ。これで出来上がりだ。はい、これで出来上がりましたよ。これね、どうですかね。ちょっと全体像がまた分かりづらいことになってんけど、結構な前回と同じで結構なくさ、まあ後で動画で撮りますよとね、たーっと流して、撮りますけど、こんな感じですよ。色柄は皆さんどうでしょう。どうです？まあ私らしいっちゃまあ私らしいよね。まあ以前使った毛糸と同じ毛糸だからね、それにいくらか違う色を足してる感じになるんで、だけどまあこんな感じでね出来上がりましたんで、サイズをじゃあ測っていこうと思います。予定よりちょっと多分ね一回り小さい感じになってると思う。多分ねちょいと小さいと思いますよ。でもいいかなと、あんまり大きくしなくていいやと思ってね。なのでテーブルよりほんのりちょっと大きければいいかなっていう感じなんで、こうで86センチいいんじゃないですか。86センチでも全然 OK です。86センチね、86センチ、横っつったらいいのかな、横か。で長さ縦、横幅80、縦どんぐらいだろうね。こう来て110でよかったんだけどな。まあいいや、110まで来ちゃった。まあいいか、110、まあ大丈夫です。そんぐらいあっても全然 OK です。80でしょ、110こんぐらいか。いいんじゃない、ちょうどね、いい感じじゃない。というわけで出来上がりました。皆さんいかがでしょうか。はい、こんな感じでちょっと綺麗に一応見えるように少し折りたたみますか。折りたたんでちょっとこんな感じでね、色味が表裏とちょっと表裏っていうか違うか、これが端っこ違うと、端っこがよしね。最初の編み始めがこっち側ですね。で編み終わりが
こっち側でこんな感じのね色の違いがありますけれども、この白い感じがね増えてきたんでね、最後の方ね。だって最初の方のこの色がどんどんなくなっちゃうからね。しょうがない。こんな感じで。というわけで、まあアフガン編みなんでね、この厚みも結構あるからマットとしてもすごくいいかなって。でもね、私ね、ふと気がついたの実は。ちょっと待って、その前にやっておこうね。はい、出来上がったってことで完成。パチ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 。これやるの忘れるとこだった。はい。でね、そのなんていうの、このどうしてもほらアフガン編みのこのくるくるなるのが気になるっていうのがあるじゃない。でね、それでね、私せっかくさアフガンのさほら本買ったじゃない。あそこにさよくよく考えたらさ、リバーシブルでできるっていうのもあんのよ、編み方。リバーシブル、要は表から編んで、ひっくり返してまた裏から編んで、本来はあんまりねアフガンではやらないんだけど、アフガンのリバーシブル編みっていうのがあって、あれってふと思ったわけ。それでやったらくるりんとしないんじゃないって。だって表と裏と両方から編んでいくわけでしょ。しないんじゃないねえ、往復編みしてるみたいなもんなんだからさ、今度だからそれちょっとやってみようかなって、ちょっとそれをやってみようかななんてちょっと思ってるんですよ。というわけでね、今年はこの動画が最後になると思います。まあ当たり前だけどね。当たり前だけどねって当たり前なんだけど。まあというわけでね、今年も1年間ね、どうも皆さん動画をね、ご覧いただき、また新たにね、なんていうのかな、見に来てくれて、今年出会った方たちどうもありがとうございました。はい。来年も楽しくね、おしゃべりしながら編み物やっていこうと思いますんで、どっちかな、編み物やりながらおしゃべり、どっちでもいいけど、でも基本的にはメインはね、おしゃべりがメインっていう、建前でやってるんで、まあおしゃべりの方ちょっと充実させようかなといろいろね、思ってます。で、うちのね、Wi-Fi 環境がとにかく悪くって、ライブができるかちょっとわかんないんですけど、まあできる、なと踏んだら、まあいつかまたライブをやる予定でいるんで、まあそれはおいおいね、またお知らせしますし、あとはまあこの前もやりましたけど、なんだ、プレミア公開はまあいつも通りっていうかね、まあ月1ぐらいではまあやっていこうと思ってるんで、まあもっと回数増やしてもいいかなと思ってるんだけど、まあもっと回数っつってもね、そんなあれですよ、まあそうね、月に2回とかそんぐらいのペースになると思いますけれども、増やしても。まあいろいろ考えてます。はい。どうしようかなと。で、あれも編まなきゃ、これも編まなきゃ、あれも編みたい、これも編みたい、いっぱいあるんでね。とりあえず年明けは、しばらくちょっとって言っても、まあちょっと2日ぐらい、家のことをまずやってっていうのは、これにかかりっきりでね、掃除できてないんだよね。掃除が普通の掃除だけになってるっていうのがあってですね。しかも、日本から帰ってきたら、まあ、そうね、私がほら、1ヶ月2ヶ月近くいなかったからさ、まあ水回りとか結構汚れてんのよね。がっかりするぐらい汚れてるでそれもやらなきゃなと思ってて、それぐらいやろうと思ってるんで、ちょっとしばらくまあ年明けちょっと掃除年末のお掃除じゃなくて年明けの初掃除みたいな感じでちょっとお掃除やろうかなと思ってるんで、まあでもあれです、時間見つけて編み物もちろんやりますんで、それでお店開いたらね、ちょっと早いうちにパリに行って、毛糸を買って虎をね編みたいなと思ってるんですけど、なんとなく決まってる、こんな感じって決まってるんだけど、でもとにかく試しに編んでみないとわからないんで、ちょっと時間かかるかもしれませんが、まあでもね、来年1年の話なんでね、まあゆっくり、焦らずやっていこうと思ってます。はい。じゃあ皆さん、良いお年をお迎えください。さよなら。またすぐお会いしましょう。じゃあねー。